本日もお疲れ様です。ドットお米チャンネルマイカです。初めての価格と初めての手持ちマイクでリポーターみたいですね。タスカムのマイクを手持ちで雑談っていうのは結構前にやったことがあるんだけど、このロード NT5 では初です。はい、今回は定期的にやってくる語る系の内容です。はい、この一つ前の動画、エルフの治療、検査、人生の大切なことを教わるロールプレイ。皆さんもご覧いただけましたでしょうか？はい、見てくれたということで、過去にハロウィンのね時期とか、なんかディズニーにコスプレをして遊びに行くっていうのは経験があるんですけど、漫画のキャラクターのコスプレをがっつりしたっていうのが人生で初めてだったので、なんか自分でもコスプレをしている自分は想像していなかったです。コメントでも多かったから、多分私がコスプレをしていることに驚くというか、意外に思った方ね、今見てくださっている方の中にもね、いらっしゃると思います。私自身もコスプレをして動画撮影をするっていうのは考えたことがなかったので、難しかったし不思議な気持ちでした。じゃあなんでそんな動画を撮ろうと思ったんだいっていうのが今回の動画の雑談のメインテーマです。はい、伝えたいことは伝えられるうちに伝えよう。数年ぶりに自分を成長させた行動、最近の大きすぎる変化、その他雑談多数です。出てるかな？はい、2つ目と3つ目は最近の出来事なんですけど、1つ目のトピックは私の過去の話なので、今回はすべて自分自身の話です。はい、私のチャンネルは ASMR 動画を投稿しているので、毎回自分語りをするっていうわけではありません。なので自分の話をする動画って結構、勇気が必要なんですね。もちろん普通のロールプレイ動画でもどんな内容でも緊張するし勇気いるなぁと私は感じます。投稿すれば世界中の誰もが視聴できるし、世の中にはいろんな考えを持った方がいるので、どう思われるのかもね、わからないし、でもそんなこと気にしていては自分を表現できなくなるし、
好きな動画が作れなくなって自分らしさがなくなってしまうと思うので、毎回ね、勇気を出して動画投稿をしているわけでございます。ポチッとね、ポチッと、ポチポチ、ポチ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 。それになんかこの人の動画を見たいなとか、他のも見たいな、これからも見続けたいなって思う YouTuber さんって私の場合はその動画の面白さだけな時もあるけど、その人の人間性で応援したくなるというか、見続けたくなるっていう場合も多いので、他人をね批判するものではなく、自分の考えとか生きてきてなんか感じたこととか、こういう人生だったんだよっていう話はこれからもちょいちょいしていきたいなと思ってます。毎回だとねあれだけど、前回の語る系の動画からもう半年以上経つので、久々にということで、ちなみに今回このリポータースタイルにしたのは、体育座りをしてリラックスしたかったからです。私は暗闇の世界で生きてきたので、体育座りがデフォルトの体勢で、いつも部屋の隅っこでこうやって座って病んでるっていう感じだったんですけど、そのせいで多分体育座りが癖になっちゃって、友達のお家に泊まりに行った時とか、朝までなんか気づいたら喋っちゃってるみたいなことよくあったんですけど、その時に椅子に座りなよって言われても、床で大丈夫とか言って、いつも床に座ってダラダラ喋るっていうのをよくしてました。はい、今日は自分の話をするから、なるべくなんか素の状態でいられたらいいなと思って椅子の上に体育座りしてます。でも疲れたらちょっと普通に座ったりとか体勢を変えつつやっていきたいと思います。本題に入る前に撮影の裏話をちょっとしてもいいですか？いつも本題まで長くなっちゃうんだけど、眉毛と美肌補正の話をしたくて、まず眉毛は前回のフリーレンのロールプレイ動画の説明欄に、撮影する前に丸一日スタイリングや背景のセットの研究をしたのですが、実は一度諦めましたって書いたんですけど、フリーレン様の眉毛って白くて丸っこいマロ眉的な感じなんですよ。で、いろんなコスプレイヤーさんを調べてみたら、普通の眉毛の方もいるし、マロ眉っぽく白いペンで描いてる方もいらっしゃって、で、私はリアルな感じにしたかったので、専用の白いマスカラを買って再現しようと思ったんですね。で、ど
んなのがいいかちゃんとコスメ調べて届いて、で試してみたら、鏡で見たときはなんか自然というか大丈夫かもみたいな感じなのに、カメラで撮影するとすごく気持ち悪いというか、なんか眉毛の主張が激しすぎて、もう視聴者様もこの映像じゃロールプレイの世界に入り込んで見られないなっていう感じの仕上がりになっちゃったんですね。そもそもフリーレン様はちょっと小柄で、お顔もなんか丸っこいというかふっくらしてるけど、私は身長がまず高いし、顔も前はパンパンで丸かったんですけど、お仕事で病んだ時に頬がねちょっとこけちゃって、今はそれがコンプレックスなんですよ。昔はねパンパンなのがコンプレックスだったのに、逆になくなってまたコンプレックスになっちゃって、ちょうどよくなってくれないものですね。マイネーにその悩みを話したときは、実際会うとそこまでには見えないのに、動画で見ると確かに全然違う、ここがこけてすごく見えるって言われたので、照明がね影響しているのもあるのかなと思うんですけど、動画って難しいなっていつも思ってます、はい、ちょっと脱線しちゃったけど、で試行錯誤した結果、眉毛は自然な形のままで脱色をしてね薄くすることにして、あの状態で撮影をしたので、結局せっかく購入したマスカラは使わずに、コスプレとしての再現度は低くなっちゃいましたっていう話です、はい、一応脱色も1日おきで合計7回くらいはして頑張ってねすごく薄くしたんですけど、今の髪の毛が真っ黒で、この毛先がピンクだからなかなか色が抜けなくて、眉毛もねすごく久しぶりの脱色でしたね。でもう一つの美肌補正の話は、今年に入ってミラーレス一眼のこのカメラを購入したので、今までの iPhone の映像に比べると綺麗になった、鮮明になったと思うんですけど、女性で Vlog とか投稿されている方はほぼこの美肌補正というかそういう機能が入っているものをカメラは使ってるんじゃないかなって思うんですけど、私もミラーレス一眼はそれも含めて期待していたんですね。でもなかなか顔が反応しなくて、今日はねうまくいっていそうな感じが今のところあるんですけど、突如としてこのフィルターが外れると現実がねやってくるんですよ。で前回のフリーレンのロールプレイ動画は
本当にひどくて、一回一瞬だけ肌がツヤツヤなシーンがあるんですけど、全く美肌補正が反応しなくて、お見苦しい感じに仕上がりました。すいません。エルフだから髪とかね、耳も長いし反応してくれなかったのかなと思うんですけど、普通にこうやって撮影しててもあんまり私うまく撮れなくって、ピントもね結構ボケちゃうので、もっと設定とか研究しろっていう話なんですけど、何が言いたいかというと、お肌ね綺麗ですねって過去に言っていただいたことあるんですけど、iPhone で撮影してる時ってそんなに鮮明に映ってなかったっていうことと、照明との合わせ技でね効果が絶大だったっていうだけで、このカメラの美肌補正が切れた時が現実なので、毛穴もねバッチリとありますので、今後もカメラに慣れるまでというか、慣れてもなんとなくこの問題は解決しそうにない気がするので、急に現実が見えてもびっくりせずに、目を背けずに、引き続きこんな私ですが応援をよろしくお願い申し上げます。お願いします。はい、では本題に移りまして、一つ目のトピックは、伝えたいことは伝えられるうちに伝えよう。生きてると当たり前ですが、たくさんの別れがあります。今この動画を見てくださっている半分以上の方は成人していて、視聴者様の中には私の大先輩もたくさんいらっしゃいますので、多くの別れを経験されていることと思います。年を重ねるたびに別れの数は増えますし、一生の別れっていうのもありますよね。私はまだ若い時に、というと今も若いわってツッコミが入りそうな感じもしますが、今よりもずーっと若い時、というのもちょっと声が生まれそうですが、大切な人を亡くしてしまった過去があります。何度か YouTube を始めようと思ったきっかけを教えてくださいって言っていただいたことがあるんですけど、まだお話ししたことがなくて、実は過去のそういった出来事が大きく影響しているので、それは気持ちがまとまったらというか、またの機会にお話ししたいと思ってます。その時が来たらぜひ動画見てください。で、突然の別れを経験した時に、人生はいつ何が起こって命を落とすかもわからないし、会えなくなっちゃうか
からないんだなって思い知ったんですね。当たり前のことなんですけど、やっぱり学生時代とかって当たり前が永遠に続くって、思いがちというか、大人になってからも当たり前であることの素晴らしさって忘れちゃうものじゃないですか。だから会える人には会えるうちに会っておこう。伝えたいことは伝えられるうちに伝えようって定期的に思うんですけど、そうするようにしようって思うんですけど、そうもいかないことってあるじゃないですか。ないですか？こんな伝えられるうちに伝えようって言っておきながら、私にはずっと伝えられない人がいました。それは自分の父親です。私には年の離れた兄弟がいるので、両親はもうかなり高齢です。かなりって言ったら怒られるかもしれないけど、でもマイマミーは白髪美人を目指していて、ずっと髪を染めずに過ごしているので、電車でね、必ず席を譲られるくらい、見た目はなんかおばあちゃんみたいな、いろんな病気を持ってるから超健康ってわけでは全くなくて、いつも心配だけど、スニーカーとか履かないお母さんで、いつもヒールのある靴でスラッとしてるし、身長も高いから中身はパワフルなお母さんです。そのマイマミーよりもさらに5歳上、年が上のマイタリーなので、かなり高齢っていう表現で合ってますね。私はマイマミー曰くというか、自分の記憶の中でも反抗期っていうのは一度もなかったし、昔からお父さんよりお母さんの方が好きだったけど、お父さんのことも普通に好きだったんです。でもいろんなことがあって、いろんなことが積み重なって、だんだん家にいるのが苦しくなってきちゃって、お家に帰ろうとするとすごく体調が悪くなってきて、扉をね開けようとしたら急に涙が止まらなくなったりするから、すぐにお家に帰れなくて、なんか夜にふらふら街を歩いたりとか、何時間もどこかに座ってぼーっとしたりとか、山手線を一周以上なんかもうぼーっとしちゃって動けなくなったりしたことも何度もありましたね。その時期は確か友達も家族も誰のことも信じられなくて、とにかく孤独で、もう
んなこんなでお父さんとは長い間会話をせずに生きてきて、同じ空間にいることすらできないので、実家にいても私だけご飯は狭い、本当にすごく狭い場所で体育座りをして食べていたんです。で、家族が集まる機会があっても私だけ参加せず、もう何年も経って今に至ります。でもそうなってからもなんかお父さんのことは嫌いとかそういう感情じゃなくって、むしろ私が兄弟の中で一番親思い、両親を思ってるんじゃないかって思うことも、多々あります。きっと自分が大切に思ってたからこそ積み重なったものとか心の傷が深くて元に戻れなくなったんだと思います。しかしそれでも時は流れるので、あっという間に両親はおじいちゃんおばあちゃん、こうやって関わらないまま別れがやってくるのかな、このままでいいのかな、いやいけないなと思ってくるわけです。そんな時にまたいろんなことがあって、いろんなことが重なって、お父さんにも変化が起きました。さっきずっと私は伝えられない人がいて、それは父親ですって言ったと思うんですけど、正確には話せなくなってからもずっとメールとかで思いを伝え続けてきて、もうたくさん伝えまくったんですよ、私は。でも結構変わり者のお父さんなので、いくら何を言っても無視されてしまって、で私が諦めてもう伝えるのをやめたっていう感じだったんですね。でそこからの何年も長い時をかけて私も成長したし、やっとお父さんにも変化が起きて、多分全部を理解してきれいさっぱりなかったことにできるくらい元にはね戻れないけど、少しなら伝わるかなっていう希望が見えてきて、でもそこからもまたじゃあいつどんな連絡をしようかなとか、またいろんなことを悩んでたんですね。そこで私はフリーレンと出会います。長くなりましたがやっと出会いました。早々のフリーレンっていう漫画をね、知らない方のためにあらすじを軽くお話しすると、魔王が打ち倒された後の世界を描いたファンタジー作品です。魔王を討伐しに行くぞっていうタ
イプの物語はよくある感じがするので珍しいですよね。主人公がフリーレンっていう人間よりも長い寿命を持つエルフなんですけど、ヒンメルっていう人間の勇者とその仲間たちと10年に及ぶ冒険の末に魔王を討伐します。その後、長い間一人で魔法収集の旅に出ていたフリーレンは50年後に勇者ヒンメルたちと再会をするんです。エルフなので50年前の姿と変わらないフリーレンに対して仲間たちは置いていました。人間なのでね、50年もすればかなりおじいちゃんおばあちゃんになると思うんですけど、勇者ヒンメルがアニメの1話でもう死んでしまうんですけど、ね、主要キャラなのに1話でいなくなっちゃうんだって初めはびっくりしたんですけど、そこでこれまで人を知ろうとしてこなかったフリーレンが後悔をするんですね。で、人間を知るための旅に出発するっていう物語です。主人公のフリーレンを通して登場人物たちが大切な人たちとの死とどう向き合うのか、そしてキャラクターの発する言葉の重さ、もうね、名台詞がたくさんあるんですけど、そこから様々なことを考えさせられる深い漫画なんですね。結構一見ほのぼのとした旅路を楽しむ物語に見えるので、序盤すごくまったりとした展開で、なんでこの漫画が人気なんだろうって疑問を持つ方もいるみたいなんですけど、この早々のフリーレンは1話で劇的な物語があって、その後の2話3話がそれを回収していくタイプのお話ではなくって、1話が今後の物語を回収していく。つまり振り返って序盤を見てみると様々な発見がある。先を見れば見るほど第1話の価値が上がっていくっていう構成の物語なんだそうです。この漫画の人気の理由はネタバレなしですごく丁寧に解説してくださっている方を見つけたので、この動画の説明欄に貼ってある URL からぜひご覧ください。その方のフリーレンの考察動画を見ると、フリーレンをすでに好きな方ももっと好きになると思うので、はい、ぜひ見てみてください。で、この早々のフリーレンと出会った私はいろいろなことを思い知らされます。人間の一生ってあっという間に終わるんだよねって、死んでから後悔してももうどうにもできないんだよな、あの時ならまだ間に合ったのかもしれないって思いたくないよね。人って本当にすぐ死んじゃうから
会えなくなるかとか、伝えられなくなるかわからないって実感してたんだけどなーって、なんかそういうことを日々考えていたら、まあ私の誕生日がやってきて、お父さんからおめでとうの連絡が来たんです。で、今まではどんな連絡が来ても数年間一度も返せなかったのですが、なんと今回はね、今思っていることを伝えることができました。ただの連絡じゃんって思うかもしれないんですけど、私にとってはこの連絡を返すってことができた、また関わりを持とうとしたっていうことが本当にすごい成長で、今会ってもまたすぐには話せないし、お父さんが一生を終えるまでに完全に普通に戻るっていうことは難しいかもしれないけど、頑張らなきゃとか普通にならなきゃって思うと、また頭と心がパンクしてしまうと思うので、自分のできる限りのことを少しずつでもやっていきたいなと思っています。はい。こんなことかって思う方もいるかもしれないですが、これが私の数年ぶりに自分を成長させた行動、とっても大きな一歩を踏み出せた出来事でした。失わないと大切さに気づくことができないって悲しいことですし、もし今この動画を見てくださっている方の中にも、伝えたいけど伝えられない相手がいるとか、会いたいけど勇気が出ないって人がいたら、少しでも背中を押して一緒に前に進むことができたらなと思います。別に私のようにちょっと重い出来事とかそういうのじゃなくても、例えば喧嘩しちゃってなかなか謝れないとか、ありがとうって恥ずかしくて言えないとか、何でもいいんですけど、明日でいいやとかまたでいいやっていうのが繰り返されて、結局何も伝えられないまま突然の別れが来るっていうのはね、珍しいことではないので、大切な人には会えるうちに会って、伝えられるうちに伝えていけたらいいですね。そうしましょう。一緒にそうしよう。はい、たくさんの方が見ているであろう YouTube で、なんかこういう真面目な話とか、自分の過去とか家族のことをね、話すことに不安もありますが、こうして話すことによって
自分自身にも言い聞かせて行動したいなって思うので、これからもみんなにいろんなことを伝えていきますね。伝えさせてください。以前もどこかでお話ししたんですけど、私の動画で伝えているメッセージは基本的に過去の自分に伝えたいことなので、マイナス思考で自己肯定感皆無な真っ暗闇にいた昔の自分に向けて、物語とか雑談の中にメッセージを込めて動画制作をしています。それによって見てくださっている方にも何かが届いたり、いい方向へ向かう力になれたら幸せなので、これからもそんな感じでマイペースにこうして動画投稿していきますね。今回お話ししたのはお父さんのことについてなんですけど、それ以外にもこの漫画、アニメ、物語には勇気や元気をもらったりとか、キャラクターが可愛くて面白くて笑ったりとか、大事なことをたくさん教えてもらったので、気になった方はぜひ早々のフリーレンおよび私のエルフの治療検査、人生の大切なことを教わるロールプレイをご覧ください。お願いします。はい、では最後のトピック、最近の大きすぎる変化について。私の動画をたくさん見て、インスタとか X もチェックしてるよっていう方はもう大体私の性格をリア友並みに理解してきているんじゃないかと思うんですが、私は自分が好きで自信を持って生きてきたわけではないです。はい、自分の好きなところがなくて、自分はなんてダメ人間なんだろうと思って生きてきましたし、今もそう思うことももちろんまだねあります。なので生まれ変わっても自分になりたいと思ったことが人生で一度もなくて、去年自分より年上のお姉さんとそういう話をした時に、私は暑いのが苦手なので、生まれ変わったらセレブに飼われる猫になって涼しいお部屋で過ごすか、女の子にキャーキャー言われたいのでイケメン男子になってアイドルのライブに出てくるゴンドラに乗って手を振ってみたいですって言ったんですよ。これはね、昔から言ってることなんですけど、そしたらそのお姉さんに自分じゃないんですかってちょっと驚かれて、じゃあ何になりたいんですかって逆に聞いたら、私は絶対自分になりたいですって
言われたんですよ。また生まれ変わっても自分になって家族とか大切な人とか自分の周りの人にあの時もっとこうしてあげたかったなって思うことをやってあげたいですって。それを聞いて最初は言葉が出なくて、なんかみたいな、すごいな、かっこいいなって思って、確かに言われてみれば自分の周りの人に今より役立てることをして恩返ししたいとは思うんですけど、自分には絶対生まれ変わりたくないっていう方が強くて、そんな考えになったことがなかったんですね。だから私もそんなことが言える人になりたいな、いいな、かっこいいなってすごく感じたんです。で、年末に毎年放送されてる日本レコード大賞って番組あるじゃないですか。今回の大賞がミセスグリーンアップルさんのケセラセラっていう曲だったんですけど、その歌詞に生まれ変わるならまた私だねっていう部分があるんですよ。で、年末に久しぶりにテレビを見てその歌詞が流れてきて、来たみたいな、またこの言葉が来たと思ったんですね。で、いや、なれないって、自分になるのは無理だから、生まれ変わったら違う人生を歩んで、私は小さい頃から前を向いて生きてみたいだったよみたいな、そういう気持ちになってたんですね。で、時は現在に戻って、自分の誕生日の3月10日が過ぎたあたり、またたまたまミセスグリーンアップルさんのケセラセラを耳にしたんですけど、生まれ変わるならまた私だねって聞いて、なんと生まれ変わってまた私になったとしてもまあいいかもって少し思ってたんですよ。で、あれってなって、年末にあんなに自分に生まれ変わりたいとか一生思えないって思ってたのに、今はなんでこう思うんだろうって不思議な気持ちになって、よく考えたら今年に入ってからまだ3ヶ月経ってなかった時だけど、自分を大きく変えるような課題を乗り越える場面が、さっきのお父さんのこともそうだし、他にも実はあったんですね。だからそうやって自分の成長をたくさん感じる出来事があったり、お誕生日だったから舞鶴のみんながお誕生日おめでとうってたくさんコメントとか DM とかくれて、
私まだ生きてるんだよなって実感したり、こうして YouTube を今ね見てくれてるみんなが自分のことを好きでいてくれたり、自信を与えてくれたから、私は生まれ変わっても私になってまたみんなに出会いたいって思ったんだっていうことが自己分析の結果分かりました。はい、絶対自分になりたいっていうそう思うほどの自信はまだないけど、人生が終わるとき最後にそう思えるような自分になりたいなって今は思います。これはちょっとした変化でも大きな変化でもなく、私の人生全体で見ても大きすぎるほどの変化なんですね。なので今一緒にこの時を迎えてくださっている、いつも応援してくださっているみんな本当にいつもありがとうございます。ありがとうございます。なんか雑談するとどんな内容の話でも最後毎回みんなへの感謝の気持ちを伝える流れになってる気がする。感謝することはいいことだからいいですよね。今後も、少しずつでもレベルアップして一人でも多くの方の役に立って世界が少しでも平和になったらいいなと思うので、今日もまとまったかわからない動画ですが、そろそろ終わりにしようと思います。皆様に少しでも癒しをお届けできますように、ゆっくり眠れますように、そして明日も素敵な一日となりますように。それでは